自分が好きな曲のコード展開とかをすごい書き出したりしてた。メジャーで普通弾くはずのところがちょっと暗い音。他に何も聞きたくない私が放つ音以外。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、シンガーソングライター、そして作詞作曲家としてご活躍中の草野佳代子さん。どうも草野佳代子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう草野佳代子、佳代ちゃんといえばですね、はい、グレンゲ、鬼滅の刃の主題歌のグレンゲだったり、はい、最近だとボッツェロックのあのバンドだったりとかで、はい、あかん、もう今日なん笑ってまうなこれ。ちょっとやばいな。ちょっと紹介してよちゃんと。佳代ちゃんね、実は大学の時のバンドメンバー、同じね。そうなんです。軽音楽部の先輩だったんですよ。そうね。実は今西先輩なんですよね。そうでしたね。まさかこんな動画撮る日来るとはですよ。私ももうだって兄さんって呼んでたんですけど、兄さんがエフェクターのブランド立ち上げて、連絡来た時に衝撃受けた。マジ？私の周りのプレイヤーみんな使ってるから今。ありがとうございます。兄さんが日本席巻してるやん。そんなことはないけど、エフェクターもそうやけど、まさかこうやって YouTube でね、こんな状態になると思ってた？そう、今西の部屋に招かれる日が来るなんて。今回曲のね作り方の動画なわけですけれども、まさに大学生の時、ちっちゃいね、例えば僕ん家の6畳ぐらいの部屋でかよちゃん来てこたつに入って、そうレコーディング自分でしたものを兄さんにこう持って行ってアレンジしてもらったりとか、そうやりましたね、作りましたね。してたんですけど、あれがなんと恐ろしいことに、19年前。マジか。やば。で、あと今日ちょっとね、私皆さんにねお伝えしたかったんですけど、ちょっと兄さん覚えてるかわかんないんですけど、私その5歳からずっと作曲してて、で妹のために作曲してたんですよね。ぬいぐるみ遊びしてて、そのぬいぐるみのね、曲が必要やからって言って12体6体ずつ妹と私が持ってたぬいぐるみに楽曲提供したのが初めての曲作り。楽曲提供初めてのね。そう、ぬいぐるみ5歳でくまみクッキングとか、うさこのなんちゃらワールドみたいな、そういうのやったんや。もう歌詞も覚えてるしノートに全部残ってるんだけど、でそこから私なんと18歳まで人に曲を聴かせたことが家族以外なかった。好きな人にも聞かせたことないし、両親と妹しか聞いたことなかったんですけど、実は私書き溜めてる曲が100曲ぐらいあるんですっていうのを部室の屋上で今西先輩に話して「佳代ちゃんこれはどこかに出さなきゃいけないよ」って初めて言ってくれて、で私はそれをソニーさんだったり当時東芝 EMI さんだったりにデモテープを送るっていうその楽曲提供とかシンガーソングライターとして活動しだすきっかけをくれた人なんですよ。いや、そうみたいね。だから今日のここに出していい今草野佳代子が活躍しているのは今西裕二のおかげ。出していい。出していい。赤字でガーンってダーンって出していい。今西のおかげ。草野佳代子は今西のおかげで生きています。いやこれだけ言って今日はもう終わろうと思って。待ってこれから先ほどちょっとごめんなさい、僕が途中で笑っちゃって止まっちゃいましたけども、佳代ちゃん最近こんな感じの楽曲もいっぱいここに出しとくけど、ツイッター見てたらむっちゃ何本曲書いてんのみたいな。結構しんどい。やばい。そうね。去年は過労で倒れた。マジで大丈夫。そうで、僕はやっぱボッツロック最近すごく楽しく見て、バンドすごいかっこよかったですね。よかったです。これね、これ出てます。皆さんもボッツロック好きな方、私も買いました。はい、かなり中身が厚い。ね、充実してますよね。充実したこの中にね、ちょっと一個気になったのがあって、バンドの何回か書き直したって。そう、あのバンドって実はその1曲目もっと主題歌っぽいキャッチーな曲を書いてて、でちょっとポップすぎるしアニメの主題歌で使われそうな曲だから、これは却下ですって言って戻ってきて、2曲ほど没曲が存在しています。そうなんです。逆に言うと私すごくサビが覚えやすくてキャッチーで、だけど難しいメロディーっていうのを佳代子節ってファンの方は呼んでくれてるんですけど、でそれでやってきてたから、もっとこう、なんて言うんだろう、下北沢のライブシーンで聴けるようなメロディーにしてほしいっていうのをこうリテイクくださって、
もうちょっとやっぱりその趣味全開でいいんだっていうので、なるほどね、逆にそのなんだろうな、ポピュラリティのスイッチをプツって切って、でもう手癖で書いたメロディーだからもう私っぽいけど、でもすっごいライブハウスでそうゾクってするなんか感じる曲でしたね。キャッチーじゃなくしてくださいという発注はなかなか作家には来ないので、よっしゃってよっしゃみたいな、うわって腕まくりした今日はですね、はい、曲作りを、ボッチザロックとかでみんな曲作ってライブやるってこんな感じなんだとか思った方も結構いらっしゃると思うんですけども、まずその着手の仕方だったり進め方だったりっていうのが結構わからない方いらっしゃるんじゃないかなと思って、なんとそれを佳代子先生にいやでもこのお話いただいた時に、私実はメロディー一筆書きで書いてるからどう説明しようかなと思って悩んだんですけど、一旦ちょっとそのもっと元に戻ってお話できればなと思っております。よろしくお願いします。どういう風に作り始めるのかなっていうところがまず全く多分皆さん分かってない体でスタートすると、まず普段はっていうところなんですけど、なんか3つぐらいテーマないですか？何でもいいです。マジで？困るでしょこういうの急に。何でもいい、もう単語何でもいい。緑、明るい、緑で明るい。なんか面白いこと言った方がいいのかな？いや大丈夫、普通でいい。午後は休み。緑明るい、午後は休みによってすごい変わった。マジで？オッケーオッケー。っていうイメージやなっていうのを、その場ですぐ弾く。それできなくね？そうだから、私の作曲講座って全員がってなって帰るだけにいつもなる。なるほどね。それは結構世の中にいろんなコード進行があって、それを何個かストックしとくようなところからスタートするんですかね。私がまず最初に何をしたかというと、歌本とかあったね、コードブックっていうのが本屋さんでめちゃくちゃ売ってて、今ならねネットで調べられますけど、歌詞のサイトとかにコードも載ってますけど、A とか B とか C マイナーとかで書いてあるやつを買って帰ってきて、18歳17歳ぐらいからかな、毎日10曲ずつ全部弾けるまでやってた。じゃあやっぱりそのコードの流れだとか、このコードの進行だったらこういう雰囲気になるんだとかをやっぱりそれはやっぱ自分の中にストックとしてあって、でそれをうまく自由に頭の中で即時にコントロールできるようになって1年ぐらいしたら、それで曲をいっぱい書き始め、ポップスを作り始めた。手順1と仮にすると、だからいろんな曲を吸収してコピーして、それが頭の中に入ればいいし、入れなかったらちょっとなんかノートとかにメモってパターンをなんとなく分析して流れだとか。やっぱり全ての始まりは模倣とか憧れから始まるって私の大好きなプロデューサーの亀田誠司さんもおっしゃってたんですけど、やっぱりそのコピーバンドをやった経験もすごい大事だったし、自分が好きな曲の自分が好きなコード展開とかをすごい書き出したりしてた。なんか普通のこういう展開しててもこれなんでなんやろと思ったら、普通 C を弾くところで C マイナーっていうコードが出てきてて、なるほど、ここでちょっと暗い感じになってるのって、このスケールと言われるキーの中ではメジャーで普通弾くはずのところがちょっと暗い音になってるんやとかっていうのを、神な言い方がね、マジで鳥肌っていうのを一個一個って自分が思ったところにちゃんと着眼して調べたり、ネットのやつたまにね間違ってるのあるから難しいけど、って見に行ったりとか、自分で書き出して確認したりとか、それこそ先輩に聞いたりとか。一応ね、一応それって言ってよ、教えてくれてたやん。あの時はね。っていうのが本当に1個目。1個目ね。じゃあ次にこのコードができた、なんかいい流れのコードができた。で例えばやけど、午後でしょ、さっきのやつまだこするから午後でしょ、買い物、私が買い物行くからやけど
感じ。なるほど。でブワーってサビまでいく。結構リズムがこう歌詞のリズムもしっかりある感じ。そうそう。でこれを歌ってる時に、自然に言葉も出てきたりもするから、それで出てきた言葉とかは、その仮歌っていうかなんか勝手に出た言葉をそのまま。そう結構みんなこう本読んだりとか、知識的な動画をね、見てこの通りにやんなきゃって思うと思うんですけど、ルールに縛られないっていうところ。それでなんか自分らしい曲が出るんだ。そうだからあんまりこうもちろん模倣スタートなんですけど、気持ちいいなと思った方に体を動かすみたいな、本当になんか初期衝動みたいな感じで作ることが一番多くて、なんかこう例えばってなって雨降りっていう単語出てきたら、せっかく出かけようと思ってたのに今日は午後雨なんだけどせっかくだし買い物に出かけようっていう曲になってます。そうなんだ。はい先生。はいどうぞ。今回やっぱ学園祭とかライブで盛り上がる曲を作ってみたいなっていう方も結構いらっしゃるような思うんですけども、なんかみんなが盛り上がるだとか覚えてもらいやすいみたいなそういう風にするテクニックみたいな、なんかそういうのってある？これはあれですね、どこまで喋っていいかいろいろあるんですけど、いろいろあるんだけれども、そうですね。もちろんまず本当にシンプルに高い音って盛り上がって聞こえるっていうのは皆さん分かりますかね。サビの方がちょっとやっぱり高いところにある。だから普通に、低いキーから、例えばなんですけど、私のシンガーソングライターとしての活動で作ってる曲で「それでもまだ」っていう曲があるんですけど、A メロとかは「何も救えない音楽の中にぽつりぽつりと血潮を流し込む」こんぐらいの音域でやってで。サビの前にあるセクション、B メロ「大丈夫じゃないけれど」ちょっと言葉も少なくなって「大丈夫」ってつぶやいた握りつぶした焦がれは容赦なく手のひらに刺さる。だんだんこうサビに向けて音階が上がっていく、ちょっと盛り上がっていく。その盛り上がって聞こえさせるために、B メロの前半は音符の数を減らしています。ちょっと長い言葉でそうちょっと隙間も作ったりとかで、サビでA メロは何も救えないっていうキーだったんですけど、それが「ねねねなななに刺さるそれでもまだまだまだ夢の続き知りたい」こういう感じで、でパーンと。でちなみにこの曲を作った時に感情がまだ作家やってもまだ音楽やりたいって思ってた時に作ったから、それでもまだまだまだっていう歌詞は1回目にメロディー作ってる時からセットで出てきた。セットで出てきた。だから本当にシンプルな歌詞になるほど。すごい。僕こういう曲作りの仕方動画見たことないかもそうだからパソコン使えないとできないんじゃないかなとか、楽器弾けないとできないんじゃないかなと思ってる人多いと思うんですけど、本当にシンプルに言うと今編曲家、トラックメーカーっていう仕事もあって、コードをつけてくれる人もいるんで、もちろんコードを作るところまでが作曲ともされてるんですけど、何か表現したいことだったら鼻歌でボイスメモに録音するだけでも実はそれは作曲なんですよね。結構聞いてきましたけれども、なんかじゃあ最後に、これも知っとくといい曲とか盛り上がる曲につながるよみたいなのがあれば。個人的に本当にそういうのってなんかいっぱい実践で作ってる中で出てくるので、この短い動画の中でお伝えできないとは思うんですけど、私が最近すごいハマってるというか、これいいなって思ったのが、同じメロディーをリフレインして繰り返してる時に違うコードで1回だけこう伝えるみたいな。例えばすっごいシンプルなメロディーで歌うと、例えばそうらしいそうらしいの繰り返しだとする、そうらしいそうらしいそうらしいこうだったとして、ずっとこれで曲が進行するじゃん。そうらしいちょっと変えるけど、そうらしいそうらしいなんかあるみたいな感じで、わかるこれ。
れ。わかりましそうた。最後マイナー A マイナーからの上昇コードになった時に、このサビの冒頭で使ってたソラシ、この開放感のあるコードの時になってたソラシ、これをもうみんな繰り返し聞かされてるわけ。ソラシなんか違うの挟むよ、ここは。でソラシソラシソラシドシラソ、こうなったら、ここで泣けるっていうのが出てくるんですよね。で例えばですけど、ヒット曲だと「二人セゾン」っていう楽曲ね、すごい流行ってましたけど「タタタタタ」っていうリズムをサビの終わりにも持ってきてたりするんですよ。なのでこう音階だけじゃなくて、このずっと聴かされてたメロディーのパターンだったり、リズムのパターンを違うところでポコッと持ってきたり、 D メロで1回だけ入れたりする。そうなんか普通にマイナーコードの D メロがあるじゃん、このさっきのねソラシの曲のね、ここでは使わない、ここで使う。ソラシソラシソラシのリラソ、わかるでしょってなって、ここからギターがもうこう出てくるわけ。いやーそうね。だから自分が一回作ったメロディーをどこでどういうコードに合わせて、もう一回持ってくるかとかっていうのがめちゃくちゃ大事になってくるので、だから A メロで使ったからもう使えないわとかじゃなくて、これ曲って刷り込みだからリフレインでどこまでその人の心に3分ないし5分の間に滑り込めるか、そう10分しか会わない時に相手にどう好きになってもらうかっていう、そうだからコミュニケーションと私は思ってて、音楽を作ることとかライブすることとか歌詞を書くことって、その短いプレゼン時間の間、もうこんだけ曲が溢れてサブスク時代で、なんか一回サビ聴いて飽きて飛ばされたらもう終わりみたいな時代じゃん。その時にこの短い時間でもすごいこの曲に魅力を感じた、この人に魅力を感じたって思ってもらえるように、私たち作曲家だったり作詞家だったりミュージシャンはこう心血を注いで、命を注ぎ込んでね、鰹節のように心身を削りながら作る、そう出汁がね、うまい出汁になるようにね心血注いで作ってるわけなので、皆さんもあんまりこう敷居が高いと思わずに、そういうこういう今日ね話した一部のメソッドですけど、メソッドっていうかね、いやでも感情論だけどためになりましたよ。そうそれで、ぜひね作ってみてほしいなと思います。すごい。じゃあ今日最後にですね、せっかくかよちゃんに来ていただいたので、僕ねウォッチザロックが好きで何回も言ってますけど、かよちゃんがウォッチザロックで作曲されたバンドを弾き語りで断られへんやろ聞いて目見て言ってくる大丈夫ですか？大丈夫です。ワンコーラスだけなのと、あと実はね作曲した時と、今回は三井律夫さんという素晴らしい編曲家の方が本当に下北バンドサウンドに染め上げてくれて、私のデモの打ち込みよりかなりこうむき出しの90年代の J ロックにしてくださったので、もう私も自分のアレンジより三井さんのアレンジの方が大好きなんですけど、そもそもどういうコードで作ってたかみたいなのをちょっと弾き語りで、これをギターで作ったのでちょうど分かりやすいかなと思うので、最初に作った時の状態で歌おうかなと。これ皆さんレアですよそうですねじゃあ、バンド北野佳代子でお願いします。お願いします。の歌が私には甲高く響く、笑い声に聞こえる。あのバンドの歌が私にはつんさく
こえー。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃかっこよかった。大丈夫？めっちゃかっこええな。弾き語りね。弾き語り。いやこれ分かったかな、いけるかな、こんななんか感覚の説明で。いやなんかこのかよちゃんからこう出てきたものが形になったっていうのがすごく伝わってきたし、あとやっぱりそういう風にラフに考えてやっていいんだ。なんか好きなコードとか好きな曲をなんかこう自分に入れて、そうなんとなく鼻歌とかで作ったの作曲って言っていいんだって楽しみながら、そう学園祭とかでみんなが盛り上がってる絵を浮かびながら、それをなんかねさっきのキーワードみたいな感じで作れば、そういうとこからで本当にいいと思うので。でかよちゃんせっかくなんで最近かよちゃんプロデュースもやられているということで。そうですね、もう今はそのボーカルディレクションだったり、プロデュース企画自体をするっていうのが増えてきたんですけど、そんな中でアキストゼネコっていうアイドルグループを今年からデビューしてもらってかよちゃんプロデュースのアイドルグループですよね。アキストゼネコ。しかもアキストゼネコって僕懐かしいんですけど、昔かよちゃんがやってたバンドのバンド名なんですよ。翔太とかもメンバーいたよね。そうなんですよ。翔太って影山翔太っていう、もうなんなら今日呼んだろうかなと思ってたぐらいの本当ね、ポケモンとの音楽をやってたり、劇版だったり主題歌だったりを担当してる影山翔太くんが兄さんとずっとやってたバンドのキーボーディストなんですよね。自分自身の活動も毎月ライブやってるので、よかったら、どこかで見かけたら遊びに来てください。ぜひ。本日はシンガーソングライター、そして作詞作曲家の草野佳代子ちゃんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあまたの動画でありがとうございました。あと10回ぐらい出たい。